俺は函館探偵ずんだもん。家族と函館に遊びに行ったら、背後にあるお店に気がつかずに違うお店に行ったり、気がついたらカロリーをとってしまっていた。そんなこんなでいらんからくて、今回は名探偵コナンの旅。北海道は道南も道南、函館。現在大人気上映中、コナン映画100万ドルの道しるべ。作中の舞台がこの函館。めちゃめちゃ楽しみで来たけど、奇跡的に前後の悪天候もなんのそのドンピシャでの晴天がマジでありがたみ。天才的な友人の鬼丸が作ってくれた BGM の数々。コナンで聞いたことあるっていう BGM をたくさん流していく。北海道の大スター大泉洋ちゃんも声優で参加している今回の映画。洋ちゃんのお兄ちゃんがこの函館市の市長大泉潤さん。ますますのアゲアゲ。コナンのイベント開催中につきスタンプラリーで大にぎわい。ラリーしながら紹介していく。コナン好きの人もそうじゃない人にも函館の歴史と行くべきところをたくさん紹介していく。知識のある旅は旅の楽しさ倍増させるからね。各イベント会場でラリーの用紙をもらってスタンプをしていく。たった一つの応募券もらうためスタンプをしていく。その名は名探偵ずんだもん。真実はいつも一つ。元町公園の誰でもトイレの隣に立つ四天王像。明治期の函館の経済や教育、医療の発展に私財を投じて尽力した人たち。向かって左から今井一右衛門、平田文右衛門、初代渡辺熊四郎、平塚時蔵、平田文右衛門を紹介。嘉永2年7月25日、呉服太物商7代目広島屋文右衛門の次男として地蔵町に生まれる。明治になってから函館は開港場として急に新しい時代の風が吹き込んでくる。呉服太物商を営み、他の四天王と共に造船所、機器製作所、学校、病院、新聞社の設立等を主掌し、計画、実行。函館の将来のためには港湾の整備、選挙の完成、奥地に通ずる鉄道の敷設が急務であると考え、函館、小樽を結ぶ関村鉄道株式会社、現在の JR 函館本線のうち函館・小樽間の創設。函館市内に10カ所あるラリースポットを巡って5カ所でスタンプを集めると、先着で函館×劇場版名探偵コナン100万ドルの道しるべオリジナルグッズをプレゼント。5カ所達成全員に函館市内だけで使えるオリジナル AR フォトフレームをプレゼント。7カ所でスタンプを集めたら抽選で豪華商品が当たるチャンス。各ラリースポットの近くには映画登場キャラクターと一緒に写真が撮れるフォトスポットを展開。まずは旧函館区公会堂。映画でも出てたけど、ここの建物は間違いなく映えるよね。
明治43年に建てられた洋風建築の代表的建物。昭和49年に国の重要文化財に指定。旧函館区公会堂は町会所や商業会議所の事務所として使われるために建てられた。2018年10月から保存修理工事のため休館していたけど、2021年4月26日からリニューアルオープン。1911年皇太子殿下後の大正天皇が北海道行慶の際の宿泊所として、1922年に摂政宮殿下後の昭和天皇、1923年に商業会議所の事務所が移転した後、演奏会や展示会の会場など広く函館市民に利用された。1989年には当時の天皇皇后両陛下の北海道行慶時にも使用。由緒ある建物なんだね。西洋スタイルを日本の技術で表現した明治洋風木造建築の代表的なもの。函館ハイカライ商館でハイカライショーでタイムスリップできる。大人も子供も洋装和装の衣装を借りて建物内で写真撮ろうよってやつ。駐車場は気をつけて。専用駐車場がなさそうだから近くの有料のパーキングをあらかじめ見つけておくといい。誰もが写真撮影をするスポットがここ。天気もいいからなお素晴らしい景色だね。次は赤レンガ倉庫に GO。 駐車場から早速函館名物焼き鳥弁当で有名な長谷川ストアからのラッキーピエロ。いろんなところにラッキーピエロあるけど、時間を考えないとマジで激混み。金森赤レンガ倉庫は赤レンガ倉庫群の名称。金森商船株式会社が管理運営を行う。現在はショッピングモールやビアホール、レストランが入居する函館の観光名所となっている。この地域一帯は重要伝統的建造物群保存地区。街並みは北海道遺産に選定されている。現在倉庫群が位置しているのは幕末に造船所や外人居留地があった埋め立て地。この地は地蔵町月島と呼ばれ、明治時代以降は船場町という名に改称された。四天王像にいたうちの一人、初代渡辺熊四郎。1869年に金森洋物店を開業し、後に書店や鮮具店、海運業、倉庫業などを展開。渡辺熊四郎の設立した金森商船が建てた倉庫をリノベーションしたものがこの金森赤レンガ倉庫。めちゃめちゃたくさんのショップがあり、お土産買うには最高の場所。外には函館港内を約15分間で一周するベイクルーズもある。ここだけでかなり満喫できちゃうね。もっといろいろ見ておけばよかったなと今では後悔。この赤レンガ倉庫のスタンク場所がなかなかわからず探した。金森洋物館のフロアの中、紙にしっかり書いてあったぞ。
見つけたので押しに行く。結構な人がスタンプラリーに来てるね。なんですと。名探偵コナンラッピング電車。運行期間2024年4月12日から9月30日まで。車内広告を含めラッピング電車の車内は名探偵コナン一色に。乗りたかったけど弾丸で移動しまくりだったから割愛してしまった。やっと出会えた。いいよね、かわいいよね。函館に嫉妬しちゃうね。バスもかわいいし、期間限定なのはもったいない。車内の放送もちゃんと高山みなみさんのお知らせ。しびれるね。一番の後悔だね。乗っとけばよかった。乗るべきだった。ここからはチコッと豆知識。市営路面電車、略して市電。1913年大正2年6月29日に函館で路面電車が走り始めた。この大きな北海道で市電が走るのは札幌市とこの函館のみ。自慢じゃないけど市電乗ったことない。だから乗っておけよ。でね、悲しみ。一般道の真ん中に市電が走る違和感。でもこの違和感がとても風情がある。250円あれば遠くまで行けちゃう。翌朝6時から夜11時まで運行。便利だね。函館をこよなく愛した石川啄木。今向かっているたちまち岬近く、石川啄木一族の8人が眠る墓がある。1886年、明治19年、岩手県盛岡市にある上皇寺、住職の長男として生まれた。寺の息子であったため、読み書きも幼い頃から手習いしたようで、小学校を首席で卒業。昔の偉人ってさらっとすごい人なんだろうと調べると結構な確率で残念な情報が出てくるんだけど、彼もその一人で、なかなかのお金に残念な人。26歳だった1912年に東京で病死した啄木。亡くなった時、妻のお腹には8ヶ月の赤ちゃんがいたんだって。そんな啄木、たった4ヶ月しかいなかった函館に魅了されたらしく、死ぬ時は函館で死ぬ。啄木は義弟の宮崎育へ宛てた手紙の一節に書き残したらしい。市立函館図書館の初代館長岡田健三は、函館を啄木の永眠の地にすることで悲願を叶えたんだ。墓面には、東海の小島の磯の白砂に我泣き濡れてカニとたはむる。東海の小島に小さな磯がある。その磯の中にある砂地に腰を下ろして、私は泣きながらカニと戯れている。解説が気になる人は調べてみて。病死した東京から函館に運ばれ、函館滞在中に愛していたこの大森浜を望む場所にいる。そんなところからすぐにあるのがここ。
町岬。函館といえばこの歌、私ずんだもんが歌わせていただきます。函館の人、本当は森昌子さんのたちまち岬という有名な歌があるんだけど、曲がなかなかなくて、なのでサブちゃん、市街地から見て函館山の左端に位置するたちまち岬は海に突き出る形で海抜約30メートルの断崖。大森浜から湯の川温泉街へと通じる海岸線と津軽海峡を一望できる絶景の場所。かつて寛永年間には北方警備のため異国船の往来を監視する台場。明治時代には函館要塞の背後を防御する要塞が築かれた。岬一帯の岩は蓮長石や角仙石などからなり縞模様に見え、五稜郭築城の際石垣の一部に使用されている。広場の一角は浜那須公園として整備され、北海道の花である浜那須がたくさん植えられて、夏には香りのいいピンク色の花が咲く。夏から秋にかけてはイカ釣り漁船のいさり火が夜の海に浮かぶ幻想的な光景を間近に見ることができるんだって。サブちゃんの話、函館西高等学校に在学中の頃 NHK のど自慢に出場。評価は鐘は2つだったけど、それが歌手への目覚めの第一歩になったらしい。本名は大野実。北海道北の島生まれの三郎という由来のもとに北島三郎と命名。デビュー当時、芸能界で既婚の新人歌手はありえなかったため、プロフィール上は独身だったらしい。函館代表のスターだね。坂の路面凍結などによる事故防止のため、冬季は車両通行止め。途中から歩きなら行けるらしいけど、ここは北海道。気をつけてね。函館のほんの一部を紹介してみた。湖南旅はまだまだたくさん。2泊3日では満喫するには足りないな。今回は初日から奇跡の雨予報からの晴れ。コナンの映画を紹介するにはネタバレするので控える。次回はもっとも函館らしい函館を紹介していこう。まだまだ絶賛公開中。この函館を舞台にした映画100万ドルの道しるべ。見た人も見てない人もこのコナンに湧いた函館を見てほしい。函館全編高評価、チャンネル登録よろしくね。函館